はい、今回ですね、キャンピングカーのオーナーズレビューを始めたいと思います。で、今回はですね、こちらアドリアコンパクトを紹介していただこうと思います。で、早速ですが、オーナーさんに中に入っていただいてますので、僕もね、中に失礼させていただこうと思います。じゃあ、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ということで今回はですね、ご紹介をしていただきます。はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これちょっとでも気になったんですけど、これ前シェードついてるんですか？シェードそうですよ、これついてます。まあ手動ですけどね。ちょっと運転席から紹介っていう新しいパターンになっちゃうんですけど、純正でこれはついてるんですか？ついてます。あ、これ横もついてます。すごいっすね。はい、これ純正ですね。はいはい。でそのままもう上にガラガラガラって上げるだけだ。そうまあこういう感じで。あ、いいっすね、はい、これ便利ですね。でまあちょっとこう明かり欲しい時はこれぐらいだったら、はいはい、ああ見えないですもんね。そう、プライバシーは下の方はまあ、はいはいはい。でこの座席が回るっていうのも、はい、もう標準でついてて、そうですそうです。これがヨーロッパの方の車のいいところですね。特徴ですよね。あ、これで右ハンドルなんですね。そうです、右ハンドルです。基本的には運転される時っていうのはあんまり普通車と変わらないような、まあでも長さがでも6メーターぐらいありますもんね。あ、僕、はい、気にならなかったですよ、6メーターぐらい。あ、前の車とかって何か乗られてたんですか？前はハイエースなんで、はいはい、5. 点ちょっとか。あ、じゃあもうそのサイズと比べてもそこまで。はい、全然大丈夫だったよ。基本的には奥さんと2人と、あと、はい、ワンちゃんが2匹います。ノブテルっていうのとハルっていうワンちゃんがいます。一緒に。はい。それでこの車はいいですよね。すごい広々してるし、ここの座席だけで済んじゃうっていうのが。そうですね、リビングがね。はい。これちょっと気になるんですけど、これシートもこれ革のシートなんですか？これ合皮だと思いますよ。これでもおしゃれですね。はい。これも標準なんで。かっこいいですよね。これ。はい。全部同じデザインなんですね。ちゃんとこの同じような感じで作られてて。そうです。モニターとかっていうのも。そうですね。こっちがアラウンドビューモニター。あ、上から見れるやつですね。はい。360度見るやつですね。で、まあこっちは普通のナビですね。はい。ちなみになんですけど、このアラウンドビューモニターがあるとやっぱ違います？もう全然違います。これがないと逆に今不安です。もう標準で入ってくるんですよ。サイドミラーよりこれを見ながら車庫入れしたりするっていう。車大きいですもんね、やっぱりなんだかんだ言っても。車庫入れの時はやっぱ気遣いますもんね。はい、あと左にウインカー出せば左側の巻き込みのカメラ、こっち側のカメラになるんで、左折する時に横断歩道で自転車とか突っ込んでくるじゃないですか。はいはいはい、見えないんですよね、サイドミラーだとやっぱ、はいはいはい。でもこれでずっと確認してるんですね、人が来ないかどうか。あと後方と前と。あ、もうじゃあ全方位なんですね。はい、アドリアすごいですね。やっぱそれと考えられてるんですね。あとなんかこれ2020年のモデルになるのかな。前の人はなんかこう普通のエアコンだったけど、これはオートエアコンが入ってきました。はいはい、これってちょっと気忘れちゃったんですけど、何年式になるんですか？2020年の形になるんじゃないかな。20年から多分急速オートマチックになったんだと思うんですよね。はいはい。じゃあもう新しい方のアドリアなんですね。そうですね。細かいこと言うと、まあオートクルーズはもちろん標準だし、あとワイパーが雨が降ってくると勝手にワイパー動いたりとか、なんかそんなのもついてます。じゃあ結構やっぱ普通の車としての性能がデカトって高いんですね。そうですね。こちら座席。そうですね。テーブルが今度こっちこう出てくるんですけどね、テーブル。なんかギミックですね。はい、あ、それスライドするんですか？スライドして、こう上に上げていく。上に上がるんですか？はい、上がります。これは初めて見ましたね。そうすると、まあこちらの座ってる人もこうテーブルが使いやすいかなと。これ基本的には何人乗れるんですか？3人就寝の、ただねこれ5人乗車なんですけど、ここにもねシートベルトあるんで、一応5人の乗車はできると思うんですよね。あ、そうなんですね。ここもシートベルトある。確かにこれ座面ちゃんとしてますよね。シートベルトも今しまってありますけどついてます。ここちょっと座ってみてもいいですか？はい。あ、普通ですね。普通。このテーブルはめちゃくちゃ便利です。これは畳めるんですかね？畳んで、ここ本当はなんかベッドに展開できるらしいけど、ここで1人寝るって感じなんだけど、僕ら2人なんでもうやったことない。あ、そうですよね。あ、ここ前が窓があって、窓もね、結構こう、明かりは入ってきますね、結構ね。この大きさぐらいだとちょうどいいですよね。で、まあ電気もこんな感じでね、つきます。で、ここに USB とコンセントですね。上についてるんですね。これやっぱ結構使いますか？使います。そうですよね。ものすごく使います、ここは。ちょっとこれ気になったんですけど、上がこのガラガラがいっぱいついてるんですけど、ここの部分ってこれ開くんですか？これはね開きます。シェードになってます。あ、すごいですねこれ。
でかいっすね、でかいです。すんごいでかいですね、これ。はい。ちょっと今日天気が今雨なんですけど、だいぶこれ開けただけで明かりがすごい入ってきますね。こう閉めちゃっても下のシェード、こっから明かりを結構取れるんで。なるほど、なるほど。だから昼間とかはもうこういう電気は使わずに、はい、この中で快適に明かりを取り込めると。いや、これはすごいですね。上開くんですか？これね、開閉はできないんです。あ、じゃあもうこのまま窓としてですか？窓としてですね。こっちのこれは何ですか？これはもうベンチレーションになる。はい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 。あ、こっちは開くんですね。はい、これは開きます。なるほど。だからこの網戸もついてるんですね、ここね。こういうのは標準なんですか？ここでオプションつけたのなんて、バッテリーの増設、あと家庭用エアコン、あとまあ外のドッグライトっていうのをつけたんですけど、はい、もうそのぐらいであと全部標準でついてるかと思いますよ。そうなんですね。この窓もこれも標準？もちろん本当にこれはもうすごいっすよね。オプションでも入れたいぐらいですもんね。でも夏は逆に大きすぎてね、これを開けて走るっていうのもエアコンが効きづらくなっちゃって暑いですよね。ほとんど夏は閉めっぱなしですけど、前の部分で特徴、そのとこ開くんですか？これクローゼットになってます。これすごいですね。クローゼット。はい、クローゼットですね。これも標準でついてる？これ標準です、標準です。これは下がクローゼットで上が普通の棚になってる？はい、棚ですね。ここでも物入りそうですね。入ります。こっち側もなんか入るんですね。はい、こっちも入ります。結構まあでもどうかな、ここぐらいまで、これぐらい奥行きありますね。ここにね、ソーラーの、MPPT が入ってます、ここに。じゃあこれソーラー積んでるんですね。ソーラー、はい、2枚、まあ200ぐらいは入ってると思うんですけど。で、これ同じように棚が反対側にもあるんですね。あります。こっちはね、奥行きはちょっと深いんですね。深いですね、こっち側はね。こっちのが少し大きめなものも入るみたいな。で、こっちも同じようにやっぱ横についてるんですね。あります。でね、もう一つね、これのいいとこは、ここね、秘密の扉なんですけど。あ、そんなところ開くんですか？ここね、冷房だと冷たい空気をここに送り込んで、暖房だと暖かい空気が入って、ここにペットボトルとか入れると、冬は暖かくなって、で、夏は冷たいペットボトルとかが保冷されるという。これがちょっと気が利くなみたいな。これちなみになんですけど、この丸いのって何ですか？これね、暖気です、これ。そういう照明がついてるんですね。そうですね、両サイドについてます。照明に関しては今ついてるのが、前の席はこれが全て。そうですね。これよく見たら、これ上も光ってる。そう、ここも LED 入ってますね。そうですよね。ここも間接照明が入ってるんですよね。僕ら結構こういう照明もいいですけど、こういうのも使ったりするんですよ。こういうランプとか、こういうとこで、こうちょっとこうやりながら、ワインなんか飲んじゃったりして。めっちゃおしゃれな使い方ですね。こういうので全部消したりとかして、もう楽しんで。これちなみになんですけど、ここに置かれてるものたちっていうのは、基本的にはもうずっとここに。普段はもうこういうふうにいろんな小物を入れたりとかしてます。走行中とかって全然平気ですか？はい、大丈夫です。崩れたりはしないです。ずーっと雪崩になるとかはないですね。ありがとうございます。なんかもう前の席だけでもだいぶギミック満載ですね。で、ここ FF ヒーターかなんか。FF がこことかここ、あとまあ向こうの奥とかしますけどね。でもこれ床暖が入るんで。これ床暖入るんですよ。ここでスイッチ入るんですけど、冬はもう床暖で過ごしてます。これちょっと電気設備のところ見させてもらってもいいですか？じゃあハイテクですね。まあインバーターですよね。これは止まってる時のテレビ。ナビのボタンですね。これがスイッチですね。主電源、電気のオンオフ。で、外のライトですね。で、ポンプ。で、これが床暖になりますかね。これ床暖も標準なんですか？標準です。スプリームは標準です。車両のグレードですね。そうです。これ真ん中が残量ですか？これはね、今清水タンクの残りの、これですね、光ってるやつ。75%。こっちはこの前排水してきてるんで。排水の残量もパーセンテージで出るんですね。そうですね。これすごいですね。上の B1、B2 っていうのが、これは前のメインバッテリーが87今あって、でこっちはサブバッテリー。これちなみに横のは何ですか？これですか？これはアンペア 10.5 消費してますよってことですね。でその下がこれは外気温と内すごいですね。外気温内気温ここについてるんです。こういう感じですね。横にはこれはトルマの。そうですね、トルマのシステム。ボイラーですね。ボイラーです。これ FF もここで。ここで全部スイッチ
入れる感じですね。これはじゃあもうグレードにはなっちゃうけれども、まあ、シュプリームとかだったらこれが標準でみんなついてると、そうです。ついてます。すいません、そしたらちょっとキッチンのところ見させていただいてもいいですか？はい。こっちがね、コンロになります。結構ね、走行中、ちょっとカタカタ音がすることがあるんで、僕はこう、今タオルをちょっとかぶしてます、ね。はいはいはい。これちなみになんですけど、ここって使われます？もうバンバンに使います。そうなんですね。はい。もう僕らは、ワンちゃんがいるんで、ワンちゃんの入れるレストランとかってなかなか旅先で見つけづらい。だからここでも簡単に調理したりとか。はい。これはどうやって使うんですか？これはね、なるほど。結構普通にちゃんとつくんですね。つきます。で、換気扇もね、一応、ちょっとおもちゃみたいな換気扇がついてるんですけど、ここね、スイッチがありまして。はい。結構、吸ってくれます。でも、煙をこうやると、こう、結構入って。ちゃんと吸ってくれるような。はい。ただ、一個、モーターホームでアドリアを購入検討の方は、一つデメリットをここで言うと、これ実はね、三つ口コンロむっちゃいいんですけど、ここのね、間隔が狭くて、大きい鍋が3つは並ばないんですよ。ちょっとそこがレビューとして残念かなと。そうですよね。だからね、僕らは、ちっちゃいお鍋とか、キャンプ用の、こう、できるわけですよ。だからこういうのも、まあ考えてやれば全然問題はないんですけど。火力は結構強いんですか？火力は強いですよ。やっぱりプロパンガスなんで、カセットコンロとかだと結構標高の高いとことか寒いとこ行くと火力落ちちゃうじゃないですか。でももうプロパンガスだから、もうそういうことはほとんどない。でもちょうどなんかこのコンロが奥にあって、そうね、ここは作業台になるのでね。そうですよね。で、これ横がそのままシンクになってる。結構水は使われます？水も使います。これのいいところは、ここがね、一体化になってるから掃除しやすいんですよ。ここに仕切りがないから、こっちへちょっとこうお水でこう掃除がしやすい。流せるんですね。下がね、冷蔵庫なんですけど、でも90リッターで、まあこういう感じですね。いいですね。で、まあ冷凍庫が、しっかり凍ってますね。ちゃんとじゃあ冷凍庫は冷凍庫として使えるぐらいの保ってくれるってことですね。もうこの真夏でもバンバンに冷えて、今のところは調子いいです。で、ここの意外と一ついいとこは、こっちからも。両開きなんですね。これはいいですね。でもこれも当たり外れがあって、来る人によってこれじゃないのがあると。そんなことがあるんですね。あるらしいです。このメーターって何ですか？これは強弱、温度調整。で、結構5でいくと、下まで凍っちゃうんで、僕は3ぐらいにしてます。照明がおしゃれですよね。そうね。ここも照明ついてるんですね。ここもね、入ってるんでね。これよくよく見たら、ここのシェードの横って、外の光が入ってるわけじゃないですね。そうなんです。これ自発光してるんですね。そうなんですよ。これ消すとどんな感じ？これね、意外と寂しい。で、これ上も照明がついてる。これね、ここでね。いいですね。調理するときはこっちの方が、本当現実的で、これでね、つけると、こんな。でもやっぱ実際はこの上の照明が結構明るさがあるんで。そう、もう十分手元はバッチリだね。こちらはキッチン収納ですね。もうやっぱ2つとも結構使われてる感じですね。いや、もうこれはもう助かってます、ここは。この左側はどっちかというとサランラップとか、まあなんかそういう消耗品が多いですね。そうですね。こっちもそうなんですよ。基本的にこういうなんかお皿系を入れてます。で、結構ね、これ奥行き深くて、ズボッと。本当ですね。こっちはまたさらにさっきより深いですね。深いですね。こっちは2段なんですね。こっちは2段になってます。で、こっちは大きいものはこっち側で入ってますね。そうですね。で、これ下も棚がある。下はね、今やっぱりこう収納なんですけど、ここはね、ガスのコックなんで、ここは収納じゃないですね。その隙間でなんかいろいろ入れてますけどね。そこはそういうやつなんですね。ここは収納なんです。で、ここはこう、やっぱりお鍋系とか。結構入りますね。カトラリーだとか。結構広いですね。僕結構男だから太いじゃないですか。ここに立っても一応全部引き出せます。よくね、キャンピングカーあるあるで、引き出し開けるのに。自分がどかなきゃいけない。そう。十分ここで広げます。で、下もね、収納です。結構高さあっても平気なんですね。このクッカーぐらいまでは。結構深いですよね。綺麗に使われてますね。もう奥さんのおかげでございます。ここは奥行きがないんですよ、あんまり。手の幅ぐらいの奥行きかな。ここはちょっとした調味料とか。あんま大きくないものが入るってことですね。いやー、キッチンもすごいですね。なんかコンパクトにこう全部がきっちり入るように。本当に考えられてますよね。作られてますよね。すいません、そしたらじゃあちょっとすごい気になるこの部屋いいですか？こ
これここって一応マルチっていうんですかこれ。まあ日本のキャンピングカーで行くとマルチルームって言うんですけど、はいヨーロッパのモーターホームはトイレシャワーが必須でございますんでね、いやこれすごいっすよね。いやこの鏡がまたおしゃれっすよね。この生活感ありすぎ。でも使われてるってことですよね。そうですね。基本的にはもうこのトイレは使用されてる感じですか。はい、バンバンに使ってますよ。でこれここにちゃんとあるんですね、洗面がまた、はいで上はベンチレーターみたいなのがここもあるんですね。はい、あります。ここもじゃあ開く感じですね。はい。あでこれ上も棚がちゃんとあるんですね。そうですね。ちょっとあんまり綺麗じゃないですけど、ドライヤーが入ったりとか。ああなるほど、はいちなみになんですけどここは電源コンセントがあるんですか。はい、コンセント奥の方に1個だけあります。あじゃああそこから使えるんですね。あそこからも使えますし、このコンセントから引っ張ってくる。ああそうかこっちにもあるんですもんね。はい。これね、はいまあ一応ハンガーをかけたりするバーですね。ああいいですね。で、一応ね、FF あるんで、ここが乾燥室にもなりますね。はい。洗濯もしたものをここではい乾燥させたりと。トイレがこうなっててこれシャワーってどうなってるんですシャワーはね、ここに隠れてるんですよ。か。いやこれすごいっすね。開いちゃうんですね。一気に全然違う部屋になりましたね。そうなんです。これすごいですね。これ防水パンとかですか。そうなんですよ。だからもう本当はいに、ここすごく良くて、おしゃれですね、はいこれちなみになんですけどこのシャワーも標準ですか。標準です。実際に使われます。使ってる。あ使ってます、うんあじゃあもうこれは使えることをもう実証済みなシャワーですね。はい。この状態ではい入ってる感じだと、で、まあこういう感じでもできますはいし、まあここに置いて、はいこう洗うのもできますと。結構高いところまで行くんですね。そう。僕、身長169ですけど、はい180ぐらいの人も全然、まだ。そうっすよね、はいこれちなみになんですけど何リッター入るんでしたっけ水とかって。120リッター清水タンクで、ボイラータンクが確か20リッターぐらいだったと思うんだよね。はいまあ20リッターっていうと、一人がだいたいこうちょっと気にしながらシャワーを頭から全部洗って十分足りる。で、ちょっと置いて、また次の人が入れば、お湯的にはもう全然間に合う。じゃあもう給水と排水ができればもう何回でも使えちゃう感じなんですね。もうもちろん。もうそれはもうすごい便利ですよ、やっぱり。ちなみにボイラーとかって貯めるとどれぐらいかかるものなんですか。まあ季節によりますけど、はいもう夏なんかはあっという間にお湯沸きますし、そうなんですね。冬でももう30分も、そんなもんでいけちゃうんですか。はい、しないうちに、早いっすね、うん。温泉施設があるとか、RV パークのシャワーがついてるみたいなところだったらいいんだけど、はいサービスエリアとか、まあ、そういう施設がないとことかで、寝る前にちょっと汗ぐらい流したいじゃないですか。はそういう時はもう絶対使ってい。いやますよ。いいっすよね、これもじゃあ奥様も全然使うことが、はい、僕より奥さんの方が使うことが、はい、そういう感じになっております。いやこのギミックすごいっすよね、はいこれ考えられてますよね。ここにも収納がね、収納が一つあるんですよ。ああはい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 。ここものすごい奥深いんですよ。で、そうなんですねここはもうペット系、ペットとかそういうのが多いです。あバケットとはまた別ってことですか。はい、は繋がってないんだけど、はいあじゃあ個別で使えるんですね。はい、ここの後ろもはいはい。入るんで、うん結構ここのスペース大きいです。いやこれいいっすよね、うん最後ベッドのところって見させていただいてもいいですか、階段ですかそれ。これそうね、アドリアコンパクトっていう名前のごとく、すごくうまく作られてて、はいこれがね、こういう階段になるんですよ。ああすごいですね。で、まあここや。はいはいはい。これいいですね。いちいちこうつけたり外したりってしなくていいんで。はい、そう、日本のね、車はそういうはしごはしごかけてね。子供はあれが好きなんですけど、なかなかのはしごって億劫なんで。そうそう、これはもうここにこうやってピッとこうやるだけ。あでロックできるんですね。はいでいつももうこのまんまそうそうそう。いいですね。上がってそのままいけるんですね。はい、上がってこういう感じになってますね。これあれですね。横向き就寝なんですね。そうなんです。横向き就寝で、はいここの頭はダブル以上のサイズ、はいはいはい横幅があります。あじゃあ全然広いですね。うん。ちょっとね、ここは棚があるから狭そうに思うんだけど、ここまで行くともうほんとダブル以上の幅が。あでちゃんと電源もあそこにあるんですね。ここも USB が2つ2箇所取れます。照明がまたいいですね。おしゃれな照明が。で、これはね、もう、はい就寝灯と両方できて、ここをタッチすると、これが就寝灯。タッチなんですねはい。もうこうちっちゃい明かり。読書灯って言って、ま普通の照明みたいな。そうですね、ここは。 2段階になってるんですね。はい、なってますね。あでここ読むのテレビついてるんですか。モニターがここにあるんですか。はい、これテレビ、バー、ベッドのスペースでも見れるし、
おー、はい、こうやって、動くんすね。はい。で、これ目いっぱいこっちまで出すと、出せると。すごいっすね、これ。はい。そうすると、助手席、運転席に座ってる人はこっちのテレビ。そうですよね。セカンドシートの人は前のテレビを見ると。こんなに伸びるんですね、これ。はい。いや、これすごいっすね。考えられてますね。これまたちょうどエアコンが真ん中に来てるのがいいですよね。そうですね。で、よく、はヨーロッパのそのアドリア系のはいデュカトとか乗ってる人たちは、エアコン効かねえとかって言うんだけど、前とか。これはコンパクトなんで、これ1台で前まで冷えます。このまた位置がちょうど真ん中だから行きやすいですもんね。はいはいはい照明もいっぱいまたここもついてるんですね。下の照明とと、これ上もそうです。上の照明ですね。間接照明がおしゃれですね。うん。あ、でこれ窓ですかこれ。これもねは、そう。開きます。ここもね。ちゃんと網戸がついてるんで、はいベンチレーターになるタイプですね。そうですね。だからまあ、エアコンいらないときはここ開けて。はいはいはこういうとこがね、はいすごいいいですよね、ヨーロッパ。い。でここはちゃんとカーテンがあるんですね。そうなんですよ。ここは一応ね、カーテンを閉めれるようにはなってます。これでもカーテン閉めて寝たらエアコンめっちそうなゃんですよ。効きますよね。そうなんですよ。だからもう、設定温度を29とかにしてかけても寒いんです。だから僕ら、夏でも羽毛布団が入ってます。確かに寒いっすよね。そうなんですよ。ここは、ちょっとすごいいいところ。直ですもんね。そうなんですよ完全。にそうなんですよ。逆に寒い。これ横がこれ棚になってるんですか。はい、これもね、はい収納なんですね。そうなんですね、はいそこもちゃんと使えるんですね。はい。まあ、ここはちょっと T シャツとはいはいか、はい水着とかをまあよ、まあね、応急的な、災害の時でも、もう一応着替えをあーはいはいストックしていくっていう感じで、普段の時は家からちゃんと着替えを持ってくるけど、これはもう、なるほど何かあった時に。で、こっちも、こっちはタオル系。こっちもまた横が結構広いんですね。そうですね。こっちは大きい。やっぱ収納結構多いですね。そうですねコンパクトって言われにはコンパクトじゃないですよ。いっぱいありますよね、収納。そう、そこは助かってますよ。よく見たら窓もついてるんはい、ですね。窓ね、まあ、一応カーテンも、これ標準でつけてくれてますけど、しかもレースついてるんですはい、ね。レースとこっちのカーテンと両方ついてます。でもまあ、こっちのシェードがありますんでね。もうじゃあこっちも普通に開いて、はい窓として使えるやつですね。そうですちゃんとなかなか見どころが。ここでも一応電気を、スイッチを入れれると。後ろの照明はここなんですね。はい。まあ、前前でからでもでもはいきるし、ますよ後ろでもできるし、はいはいそうですよね。これ意外と国産のキャノコンって1個しかないんで、そうでしょ行かなきゃいけないんそうでしょついこれは手元にないんね、ですよ助かる。寝るときわざわざ一回消してから後ろに行くみたいな。ああ、電気消し忘れた。そう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 、消せないんですよ。そう、あるあるなんでね、あれ。ちょっとこの外の方も見させていただこうと思うんですけど、これ先ほどおっしゃってたカメラがこれですそうね。、アラウンドビューモニターのはい右側のカメラですね。あ、でこれと同じものが反対にもついてるんはい、ですね。ついてます。で、これがさっきの換気扇の、はいダクトがダクトがここ。はいはい。あ、でこれ照明ですか。そうですね、これが照明。あ、ここについてるんですね。うん、でドッグランって言ってたのは、はいここオプションです、これは。あ、でもちょうどこの車幅がわかるようなところについてるんですね。はい、バケッチでかいっすね。いやでもこういうデュカト系では全然狭いです。ちょっと入ってますけど。ああ、でも結構入りますね。はい、ただ僕のはここに室外機を作っちゃってるんで、ここが室外機でこんだけね、普通はこれないんですよね。だからフラットでこうはい、もうダーッとなってるんですねそうそう。だけどこれが室外機なんでなるほど結構潰されちゃってます。でも全然うん、使えますよね。で、照明もちゃんとついてて。はい、照明もついてます。で、あとここが FF、こうダクトついてるんですね。そうなんですよ。だからここに荷物置くと溶けちゃうんで、あんまり置いちゃダメなんです。ここにはこうやって。なるほど。はい塞いじゃいけないんですね、そうそうそうここは。で、これバックカメラはまあ普通のバックカメラについてるんですね。はい、360度のアラウンドビューモニターのカメラ。ああ、そうなんですね。はいじゃあこれも一緒ですね。はい、でこれが反対側のあ、こっち側からも一応出せるんですね。はい、これがね、排水のレバーです。ここにレバーがついてるんですね。これはどこから出てくるんですか。これですね。あ、でここからそのまま排水できるんですね。そうですね。ホースあこさしてれ便利ですねこう出すと。こっちはね、プロパンガスが入ってるんですよ。一応2本積んであります。こういう感じです。おお、はいこれってやっぱ結構使います。切り替えは多いですか。はい、これ自動で切り替えてくれるんで、そうなんですねはい、こっちがなくなったらもう勝手にこっちに変わってくれるみたいな感じはい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 やってます。ちなみにこれどれぐらいの頻度で充填ってしますか。冬だと10回ぐらい出たら1本なくなるぐらい。でもそんなもんなんですね。 FF タクトやっぱすごいじゃないですか、はいでも床暖をさっき使ってる、ああ、電気の床暖があるから。床暖を使ってるから、はいこっちを使わないみたいな。あそうとエアコンはいの暖房を使ってれば、ガスは使わない。なるほど。じゃあ一番使うであろうところが電気でできるからそうそこまでなんですね。そうですね。すごいですね。ガスそうやって使えるんですね。
ありがとうございます。でもこれ給水タンク、綺麗なお水をホース突っ込んで貯めると。ここはトイレのカセットですね。カセット。これ横のこれがトルマの。そう、トルマの排熱みたいな。そうそうそう。あ、じゃあここは結構熱いやつですね。熱いです。だからここはつけてる時はもうやけどするんで、触らない方がいいですかね。で外根が、外根が来て、で燃料タンクなんですけど、このタイプからアドブルーを入れなくちゃいけない形になるんで。ちなみに燃料って何リッターぐらい入るんですか？ランプついて入れると90リッターぐらいは入りますけど。あ、じゃあ結構入りますね。80とか90リッターぐらい入っちゃいます。でもリッター10とか10.5とかいくんで。そんな走るんですか？だから満タンでね、800キロとかも普通に、だから1回満タンするとまあまこの大きさでそんな走るんですね。カメラこことこんなところにもあるんですね。あそこのね、真ん中の黒いところにもなんか見てるんですよね。あとここにもカメラが両サイド入ってる。サイドビューカメラみたいなのも一応入ってるんですね。これ全部標準なんですか？はい、標準です。サイドオーニングも標準です。スーリーもこのオムニバスターもこれも標準。そもそもだからパッケージなんだけど、もうでもそれは標準パッケージみたいな。へえ。いやありがとうございます。はい、すいません、ちょっといろいろ見させていただいてありがとうございます。なんかもう思った以上にコンパクトじゃないアドリアだ。もう空間の使い方が上手な車ですよね。そうですね。6メーター、5.99 の長さで、これをここまでまとめてるのは、やっぱモーターホームってコンパクトにするってすごいかなと思うね。ああ、そうですよね。で、最後ですね、ちょっと皆さんにお伺いしてるのが、良かった点と、なんかここだけはちょっとなっていうような、ちょっとデメリットというか、そういった点を1点ずつ教えていただければと思うんですけど、まずその良かった点とかってありますか？良かった点はね、僕ら最初、家族でバンコンハイエース乗ってたんだけど、その時って寝る時は食べたものを片付けて、ベッド作って展開してみたいなことやってたけど、これだとなんかこうリビングスペースとベッドの就寝スペースっていうのがくっきり分かれてて、で、もう一つはトイレとシャワーも実際に使えて、家と同じ感覚で使えるっていう、本当に僕らが思ってるキャンピングカーっていうところがもう文句のないいいところ。ですかね。もうそうですよね、全部入ってますもんね。ちゃんと使えるレベルのものしかないから、そこもいいとこですよね。そうなんです。ここはもう満足してます。逆にここだけだっていうようなちょっとデメリットみたいなところとかもしあれば。もう本当デメリットってなんか考えたけどあんまりないんだけど、このグレードというかだとなんか結構ね、きしみ音が走ってて結構する。そうなんですか？これ贅沢な話なんだけど、こうカタ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 とか、そういうちょっとどんなキャンピングカーもするんだけど、もうちょっと抑えれるのかなっていうのは思います。結構ハイエースと比べてみても違いますか？ハイエースに比べたら全然静かです。ただ、ヨーロッパのモーターホームに乗られてる上の方のグレード乗ってる方はもう本当に静かな空間の人がいるんで、やっぱエアサスが入ってたりとか、ちょっとしたことだと思うんですけど、振動の吸収が高いいいモーターホームは本当になんかもう静かだなっていう。そうなんですね。そうですね。もうでも逆に言えばそれぐらいしか不満というかないですね。いや、それもまたすごいです。なんか装備の点とか使いやすさとかも全然。あと言えばもうなんかこっち側のこの設備じゃないんですけど、これヨーロッパ車の特徴なのかわかんないけどね、すごくこうちょっとしたエンジンのエラーとか、なんか前のこのヘッド車の方のこのシステムですぐエラーがかかる。そうなんですね。とか警告が出る。実際に調べると大したことがないとか。だからでもドキドキするじゃないですか。なりますよね。もうでもそれはどっちかというとリカトの方の問題というかあれですね。いやー、今日はちょっとすごい見させていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、アドリアコンパクトの SP スプリームという車両を紹介していただきました。すいません、今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。またキャンピングカーオーナーズレビュー今後もやっていきますので、ぜひぜひまた見てください。それでは今日の動画はここまでになります。皆さんご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。